かつての資本主義経済が隆盛を極めたのも今は昔。前期19世紀からあらわになった貧富差の拡大。それに伴う経済の崩壊と政情不安、大戦、そして文明の崩壊。生き残ったわずかな者たちは遠く離れた地で生きるために大自然と戦った。大崩壊後のアフターキャピタリズム1960。点在する国家は同じ鉄を踏まぬと誓う社会主義陣営。古き良き栄光の復活を目指す資本主義陣営に分かれ、くしくも同じ歴史をたどろうとしている。そして相対する思想の狭間に置かれた要所。かつて日本と呼ばれし極東の地、ジパング。資本主義、中部政治から脱却し、うちはもうここを悲劇の地にはしない。というわけで飛ばされてきたのがここやで。四方を海に囲まれた島だってな。ここに国を作っていくよ。何もないんだが。土地があるやろ。土地しかない。土地しかないところを茜色に染めていくんやで。その土地だけど、地形はこんな感じ。どこかで見たことのある形してんな。でも、縮尺が違うから、記憶にある土地とは違うね。ついでに、難易度の確認。現実モードベースのカスタムだってさ。現実か？この世界で、この土地で、うちらが話していて、現実モードって一体何なんやろ。難易度的には、かなり難しいらしいぜ。なんとかなるやろ。うちは、すでにこの世界に1200時間いるからな。多いのか少ないのか。判断分かれる微妙なラインやな。さて、お話はこれくらいにして街づくりしていきましょう。では、ここで問題。最初は何をすればよいと思う？まずはマップの中心に道路を引いて、住宅区画と発電所を作れば。随分と資本主義に毒されているな。オープニングで言ったやろ。資本主義に毒された考えは、未来を滅ぼすことになる。でもそれが定番じゃね？それをやったとして、誰が住宅や発電所を作るんや。人も材料もなしに。作っとけと他者にぶん投げるような丸投げ体質が、資本主義の、下請けだ孫請けだ、70請けだっていう構造を招いたんやで。確かに。うちらは、この土地の新参者や。まずは、他国との取引で、材料や工具を雇いつつ、町を作らないといけないんよ。なのでまずは、外の国とつながる税関の近くや。税関？他国にお金を払って、町づくりの作業をしてもらうんやで。そんなわけで、まず1年目は、町づくりの準備をすることを目標にするよ。では、順番に進めていくよ。最初にやることは、出発地を決めること。税関から始めるって言ってなかったか？うん、税関にも色々あってね。まずは勢力。この世界は、資本主義の復興を目指す勢力と、共産主義で世界制覇を目指す勢力がいるんよ。どちらかの勢力につかないといけないのか。いや、どちらかの勢力につかないといけないというわけではなくて、両方と取引してもいいんだけど、扱っている車の種類が違ったりするんよ。なるほど。どっちかと付き合うと、もう片方との仲が悪くなるとかはないのか？特にそういうのはないね。なら、好きな方とだけ取引もできるんだな。そうなんだけど、うちらにはお金がないから、より好みしている場合じゃないという実情がある。切実だな。話を戻して、このどっちの勢力と取引するかは税関次第。どこにある税関で取引をするかが、そのまま、どっちの勢力と取引するかに直結するんよ。あと、税関には規模もあってね。大きい税関だと、時間あたりの資源の取り扱い可能量が多く、小さい税関だと、時間あたりの可能量が少なかったり、列車での取引ができなかったりするんよ。なるほど、大きな税関の方が輸出入がしやすいってことだな。それで、結局、今回はどこにするんだ？今回は、銚子を、最初の出発地にするよ。千葉の銚子か。この土地で、
一番最初に日の出が見える場所だからね。うちの国の夜明けもここから始まるんよ。縁起を担ぐのは嫌いじゃないぜ。次に、開発をする場所を決めるよ。調子落とし開発するんじゃないのか？税関の近くは、後で色々と作りたくなったりするから、少し離れたところに作るのがいいんだよ。なるほど。今回、昔町があったところに町を作るよ。名前は東京。そのまんまだな。こういうのは、わかりやすい方がいいんよ。まずはあぜ道を作って。税関のある銚子から東京への道ができたね。あぜ道よりアスファルトの道路の方が車が走りやすそうだが、あぜ道なんだな。さっきの話と同じよ。誰がアスファルトの道路を作ると思っているの？道路を作るのにも手間がかかるんだな。手間も、時間もね。そして、銚子と東京のそれぞれに、無料のガソリンスタンドを設置。これには手間かかんないんだな。ドラム缶、置いただけだからね。もちろん、燃料は置いてないよ。燃料のないガソリンスタンドって意味ないじゃないか。ガソリンスタンドを建てても燃料は湧かないからね。スタンドに燃料を置くために、無料の流通事務所を建てて、ここにタンクローリーを配備。まさか最初に買う車がタンクローリーだとは。常識から変えていかないとダメやで。そして、流通事務所のミッションとして、税関から2つのスタンドに燃料を送るように指示。燃料をどこからどこに送るか、どのくらい減ったら送るかを決められるんだな。流通事務所からタンクローリーが出発して、税関で燃料を積み込んで、スタンドで燃料を下ろす。タンクローリーの燃料も減ってきているので、今下ろしたスタンドから自動で給油。購入時に満タンにしておいてくれるといいのにな。そして、税関でまた燃料を積んで次のスタンドへ。これで、この流通事務所はタンクローリーを使って、スタンドの燃料の減り具合に応じて補給するようになるよ。街の車両の給油機能ができたってことだな。次に、街を建設するために、無料の建設事務所を建てて、そこに車両を購入して配備するよ。砂利などの骨材を運ぶダンプ車、コンクリートを運ぶミキサー車、鉄骨やレンガを運ぶ無害トラック、電子機器や機械部品を運ぶ有害車、平地に鳴らすブルドーザー、建物の基礎を作るショベルカー、建物を建設するクレーン車、作業員を運ぶバス、アスファルトを引くアスファルト舗装車、アスファルトを固めるロードローラー。こんな感じやな。種類が多すぎる。役割が違うからしゃあない。これで、建設の準備が整ったので、まずは、道路をアスファルトにしてみよっか。早速、アスファルト舗装車の出番だな。いやいや、順を追っていかないと。まずは、手順1、あぜ道に砂利を運ぶ。これはダンプ車の仕事。手順2、砂利をブルドーザーで鳴らす。手順3、アスファルトをダンプ車で運ぶ。手順4、アスファルトを舗装する。最後に手順5、ロードローラーで固める。これで、アスファルトの道路ができるんよ。めんどくさすぎる。丸投げしない体質だからね。さて、道路とともに作っておきたいのが、建設事務所と建設資源の貯蔵場所。さっき建築事務所は無料のを作っただろ。無料の建設事務所は7つまでしか作れないという縛りがあるし、ちゃんとした建設事務所は、所属車両に給油する機能もあるからね。建築車両が、スタンドに給油に行く必要がなくなるってことか。建設車両をたくさん持っておくと、建設が早く進むから、先にある程度数を揃えた方がいいんよ。建設事務所は分かったが、建設資源の貯蔵場所っていうのはなんだ？今回は砂利置き場を作るよ。さっき、レンガとかアスファルトも使うって話で、車買ってなかったか？いろいろ理由があるけど、とりあえず、砂利が一番使うからかな。砂利は、道路でも、建物でも基礎として使うんよ。それに、砂利は建築の最初に一気に使うことが多くて、
後半にはほとんど使わないんだよね。たくさん使うから貯蔵所を作るってことか？それもあるけど、建設の最初に一気に使うということは、ダンプ車が一斉に税関に行くってことで、税関が大渋滞になるから、あらかじめ貯めておいて、そこから使うようにするといいんだよ。税関の混雑の平準化もできるってことか。じゃ、往来するメインの道路もアスファルトにしつつ、千葉の北西部に建設事務所と砂利置き場の建築予定を立てて、建設開始。建設開始って言っても、建物がニョキニョキするわけではないんだな。資本主義に毒された世界では、区画を決めたら、人口がゼロでもまるで魔法のように建物が建設されるけど、社会主義には魔法も埋蔵金もないからね。一歩一歩、確実に進めていくことが繁栄へつながっていくんよ。そういえば、この車たちは誰が運転しているんだ？あ、いいところに気づいたね。この車たちは全て自動運転なのよ。え？あらかじめ指示しておけば、AI が自分で考えて、最適なルートで運転してくれるよ。何それすげえ。ちなみに、流通事務所も建設事務所も AI で制御されていて、どの建物やどの建設現場にどういう優先度で車を派遣したらいいかを決めてるんよ。めちゃめちゃハイテクだな。その分、建設の実動には人手が必要だから、バスで外国人日雇い労働者を雇い入れて建設現場に派遣してんけどな。建設現場には人手が必要なのか。しかし、まるで近未来だな。そもそも、先文明が崩壊した後の近未来の話やで。出来上がり。まだこれだけか。最初は準備が必要だからね。これで、ここからは本格的な街づくりか？準備にもうちょっとだけかかるけど、次回は本格的に東京に街を作っていくよ。街となると、必要な建物も多そうだな。というわけで、次回は東京で街づくり。またね。